皆さんこんばんは。丸さんの本当のことのお時間です。今日は令和4年2月4日ということで春分の日ですね。令和4年になってもう2月も4日になったわけなんですが、実際には、暦の上ではですね、今日から新年度ということになります。先ほどね、古神道の総宝山と言われている山梨県にあるみそぎ神社さんに行って新年祭に参加をさせていただきました。なかなか厳かなね、素晴らしい儀式に参加させていただいて、気持ちもね新たにこれからやっていきたいなと思っているところなんです。ちょっとね、まだまだこの YouTuber として、ちょっとね硬さが抜けてなくて、ちょっと硬い感じですけれども、だんだん慣れてくるかと思います。そしてですね、今日はようやく雨土八坂の御事のり、このその2が、これは見本紙なんですけれども届きました。本番はね、かなりの、部数を吸ってますので、本番の部分は明日私のところに、100冊単位で届くというような形になっています。この令和、雨土八坂の御事のりは、その1とその2ということで、このその1の方が令和元年の9月に発行したものです。そしてこれがいよいよ令和4年に、発行したということになっていて、発行日もねちょうど今日にしてあるんですね。2月4日ということでしてあります。でこれ、ちゃんとした、印刷なんですね。いわゆるプリントアウトしたものではなくて、印刷といってもねちゃんとしたこのコート紙というものに印刷をしているので、要するに、紙もね綺麗なこのピカピカした紙に刷ってるわけなんですが、プリントしたものとねどこが違うのかということが非常に重要なんです。これは、いわゆる書籍なんかの場合は奥付けといって、一番後ろにねこういう奥付けがあるんですね。奥付けには、発行日がいつで、著者名が誰で、編集人が誰で、発行人が誰で、そしてその発行したところの会社の、ちゃんとした住所が、これは、登記簿謄本に出ている、住所がここに書かれているということが非常に重要なんです。これがあることによって、後で改ざんをしたということではなくて、法的にこれは、その時に、書いたものだということが実は法律的に認められるものになってるんですね。で、この、雨土八坂の御事のりその1に関しては、一番最初は令和元年の9月1日に初版を発行し、その後にもうすぐにね、第2版が9月10日に発行し、そして第3版が11月の10日に発行して、そしてさらに、第5版が、今回のね、その2に合わせてまた第5版目が、増刷をしたということになっています。そして、この時に書いたものから中身はですね、全然手をいじらないでそのまんまの状態で実はこの第5版も出てるわけなんですね。どこが問題なのかというと、令和元年にこれから起きる事件予測ということもしてあって、ここにですね、一番はっきりとしてるのは、令和元年に、東京オリンピックが中止の発表になるっていうことを書いてあるわけなんですよ。これ書いた時にね、印刷関係の方とかにもかなり言われたんですが、いやーゴーコン先生、東京オリンピックが中止になるなんてそんなこと言っちゃっていいんですかと。どう考えたって、世間はね東京オリンピックムードでバリバリの状態になってるのに、今からそんな中止になるなんてこと言ってね、それ外れたらどうするんですかって、なんか責任問題というよりも、ゴーコン先生の、権威というかね、そういったものは非常に危うくなるんじゃないですかってことを非常に心配されました。それだけではなくて、アメリカで100万人を超える伝染病パンデミックが発生するということを書いてるわけですね。これはアメリカだけではなくて世界中で実はパンデミックが発生するということを、予見したわけなんです。それからね、トランプ大統領が、
実は再選しないってこともここで書いてるんですね。まあこれも当たりましたね。ということでトランプ大統領は実際問題としては非常に人気があるのに、要はまあ投票数を改ざんされて実際には再選をしなかったということが起きましたよね。ということでここに書いた雨土八坂の詔則に関しては、まあ扉に書いてありますが、令和元年に発する近未来の予測書と書いてあります。そして対策の書というふうに書いてあるんですね。まさにこれは、全循環クラブプレミアムの会員の方だけが手に入れることができる、会員特定の、特典の本だったわけなんですが、これがまさに当たったということだったんですね。そしてこれを書いた、実は翌年にはその2を発表するということを、私は公言していたわけなんですが、それがなかなか書けなかった。実はね、原稿そのものは、3分の2以上実は書いてたんですよ。ところが、いろんなことがやっぱり近未来がねコロコロといろんなものが変わってきてしまって、もうすでに書き上げてた原稿が古くなってしまって、なかなか次のことを書き足すことがなかなか難しかったんですね。それでもやはりその2というものがあるんだとしたら、未来はさらにどうなるんですかということをやっぱり多くの方からね、質問されたり、いろいろと次待ってますよっていうことを言われたりしたので、これはなんとか書かなくちゃいけないなと思ってたんです。でもね、正直言うとかなりプレッシャーでした。プレッシャーというかね、書くのやっぱ大変でしたね。間違ったこと書いちゃいけないなっていうのがあったのでね。でようやく書き上げて、ようやくここに、手元に来たわけなんですが、自分ではね少しほっとしています。そして、今回は、いろいろなことが書いてあるんですが、前回の、未来予測とは違って大きく違うところがあります。それは何かというとね、これから起きる不安な未来という予測と、それからそうではなくって、逆に新たな未来に進むための起点という、魅力、のことも書いてあります。ここが重要ですね。今回の大きく違うところはね、これから起きる10年後の新たな未来、要は10年後なので10年も先の話なのかよと思うかもしれませんが、これからねこの数年、特に、令和の4年から、私は5年間くらい非常に不安定な状態で非常に厳しい状況が待ってると思ってるんですが、さらにもっとそれを乗り越えていくと、これから起きる10年後はものすごいね明るい未来が、やってくるというふうに考えています。そんなことをね、実際にはこれをね、見ていただきたいなと思っていますが、これをね全部見せてしまうとねネタバレになってしまうので、なんとなくですがパラパラみたいな感じでなかなかうまくパラパラといかないですね。こんな感じでねパラパラと、言ってます。ちょうどこれを書き始めた時に、実はマトリックスのことも書いてたんですね。マトリックス、映画のマトリックス、のことをねもうすでに実は令和、元年に1を書きましたから、その後にすぐ次を書き始めて、実はマトリックスの1のねこの写真がこの中に載ってるんですね。この、写真が載っていてマトリックスのことを書いてたんですが、特にこれを、途中ね止めてたらいきなり今度はびっくりすることに、マトリックスの4が実際に公開されました。だから、最初にねもともとのスケジュールで言ってると、雨土八坂の詔則のその2にマトリックス4の話は入んなかったんだよね、先に出てれば。ところがちょうどマトリックス4が出てきたということなんですね。これもねいろいろ時代の流れの中で面白いことだなと思ってます。一体これは、どういうことなんだってことですね。見たことがある人はたくさんいると思います。ネタバレにならない程度に話をすると、赤いカプセルと青いカプセルを、提示されて、あなたはどっちを選ぶのっていうことを、迫られるわけですね。
これものすごく重要なことで、実はこの御事の中に書いてるのも、あなたの未来はどっちに行くのかということを書いてあります。で、私は、これ私がね、勝手に作った言葉なんですが、起点、希望に転じる、ということでね、起点というものがある、そういう言葉を作ったんですが、この起点のところに進める人は、実は、赤いカプセルを飲むのか青いカプセルを飲むのかということと同じことで、マトリックスの中では赤いカプセルを飲んだ人間だけが本当の真実の、ところに行くことができたわけですね。主人公の、ネオを演じるキアヌ・リーブスは赤いカプセルを飲んだわけなんです。皆さんにとってのは、赤いカプセルを、飲むということをしないと実はこの起点をしないんですね。ということなんです。だから起点というのは希望に転ずるというそういう年に本格的に入っていくわけなんですが、これが、そちらの方向に行ける人と行けない人が完全に分かれてしまうということなんです。しかももう一つだけこれねまだ読んでなくて、まだこのね手にしてない人、でもどうしようかなと思ってる人に対してちょっとだけ、ヒントを与えましょう。これねよくね二分化するってよく言うじゃないですか。二分化するっていうと大体50対50に分かれて白か黒かに分かれる、もしくは赤か青に分かれるっていうふうにみんな思うんだけど、今回の起点の赤と青に分かれるっていうのは50対50じゃないんだよ。どのくらいなのかっていうと90対10くらいなんだよね。もしくは80対20、なので、起点の方向に行ける人は実はかなり少ないんじゃないかというふうに私は思ってます。でもかなり少ないと言ってもそっち側に行ければいいんだよねということなんです。あとねこの本の中に書いてありますが、こんなこともねイメージしてもらえるといいと思います。僕はね、結構好きなね、イメージでね、台風の日ってね、ものすごい雨とかもう嵐のようにバーってくるじゃないですか。そのねすごい嵐のような時に、家の中にいて、窓をね開けていくと窓のね外はものすごい暴風でザーッと雨なんか降ってるんだけど、家の中はすごく安全だったりするわけで、安全で本当にあったかくてね快適な要するにところで、美味しいコーヒーとねケーキなんか食べながらいや外はもう雨で大変だけどうちは、幸せだよねっていうような光景って日常の中にあるじゃないですか。それとね同じことだと思います。世の中はねものすごく大変な状態になってたとしても、自分と自分の家族が、何の問題もないっていうところに入れるっていうことがありえるわけなんですよ。これが起きるってことなんですね。だから、外をね本当にもう傘も持たずにびしょ濡れになって雨の中に嵐の中に翻弄されてる人たちは本当にもう大変な状態で、いやいやいやこんなきついことがないよって思ってる人たちもいれば、片や全くそうでもない人間がいるっていうことが、そういう現象がこれから起きちゃうということなんですね。ということはどうすればいいのかというと、その完全に安全なところに自分や自分の大切な人、自分の家族がその安全圏に入れればいいということなんです。じゃあその安全圏にいるために何が必要なのかというと、これはズバリ言います。これは本当のことを知るということなんですね。情報なんです。これから一番重要なのは実は情報なんですね。情報を、本当の情報をいち早くそれを受け取って、その情報の、示唆に従って、行動した人間だけが実はそっちの方向に行けるということなんですね。ということをね、いろいろとまとめてみましたので、ぜひねこの雨土やかの御事にまだ、手にしたことがないという人はぜひぜひ、これを手に入れて、読んでいただければなと思います。興味のある方は概要欄にね、見ていただいて、申し込みを、相談をしてくれればと思います。それでは、今日もね、
最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた。